世界一面白いアクション RPG、 これを目標にゲームを作ります。今回はですね、前回作成しました攻撃を別の攻撃でキャンセルするっていうのを、騎士以外のキャラクターですね、二刀流とか、両手斧、それから槍ですね、それらの武器でも使えるようにしていたっていうのと、あと AI のねちょっとブラッシュアップをやってましたね。敵キャラクターも、ため攻撃を使ってきたりだとか、あと稀にタックルとか動かずの剣とかね、そういう特殊系のアクションもやってくるようにっていう調整を加えてました。なんで今回はね、新しい新要素みたいなのはちょっと紹介できないんですけども、ゲーム開発以外の部分でですね、ちょっと、ニュース皆さんに共有しておきたいものがあったので、ちょっとお話ししておこうかなと思います。ですね、講談社さんが主催されているですね、ゲームクリエイターズラボっていうもののね、メンバーの募集が9月15あたりだったかなに、発表されたんですけれども、そのクリエイターズラボ、目玉としてはやっぱり、年1000万を支給するので、インディーゲームクリエイターの方、ゲーム作ってみませんかみたいなね、その話で聞くとね、めちゃくちゃ美味しい話に聞こえるんですけど、そういう企画をね、講談社さんが、なんかやってるみたいで、それの方にね、ちょっと応募、このゲームでね、応募してみました。結果が分かるのが、まず一次審査、書類審査なんですけど、それの結果が分かるのが11月末だったかなと思うので、またその頃になったらね、ちょっと結果どうだったかっていうのをちょっと報告動画でも出そうかなと思います。で、クリエイターズラボなんですけど、詳しく言うと、半年で500万っていう契約ですね。それを最大4回まで支給してくれるみたいで、途中でその制作やめちゃったりとかしない限りは、半年に500万、年収1000万ですよね、を支給するので、ご自身の好きなゲーム作ってくれませんかっていう、めちゃくちゃ面白そうな企画なんですけど、一応ね、募集の締め切り11月3日らしいので、もしこの動画見てるね、クリエイターの方で何か作りたいものあったら、ぜひね、応募してみるのをおすすめします。普通のゲームだけじゃなくてね、アナログゲーム、例えばボードゲームとかね、あっち系も審査対象に入るみたいなんで、なんかそういうのも1作品ぐらい選ばれそうですよね。ちなみに定員が一応、5名、5チームみたいですね。増えることもあるみたいなんですけど、一応5名もしくは5チームに対して資金援助していくっていう形になるみたいですね。気になるのは契約内容だと思うんですけれども、その作ったゲームの著作権自体は、制作者に帰属するっていうことらしいですね。なのでね、作ったゲームを、講談社に売り渡さないといけないっていうことはないみたいですね。ただおそらくね、多少はそのロイヤリティみたいなものも、売り上げから払っていかないといけないのかななんてこともね、ちょっと邪推したりしてるんですけど、詳しい内容に関しては最終面接とかまで進んだ人だけ聞けるみたいな感じらしいんで、もちろんそこでね、契約内容がちょっと不満ですよっていう場合は全然キャンセルもできるみたいなんで、応募した段階でその契約まで同意したっていう風には見なされないっていう風にちゃんとね、募集のページにも書いてあるので、ちょっとでもね、気になるんだったら応募しとくのが吉かなと個人的には思いますね。で、もし仮にこのクリエイターズラボに、当選した場合ですよね。基本的に今ちょっとね、仕事しながらゲーム作ってるんですけど、もしこれに通った場合はその仕事ではね、一旦というかやめて、ゲーム作りに専念していこうかなと考えています。で、しっかりね、その半年500万の契約を4回続けられたと仮定して、2年間ですよね。2年間毎日その8時間もしくは8時間以上をゲーム作りに費やせるってなると、結構ね、今までの亀みたいなスピードよりはね、めちゃくちゃ早く開発も進んでいくと思いますし、あと1000万、年1000万自由に使えるんで、もちろん生活費もそこから捻出して、あと余ったお金でね、その開発費として使っていけるので、例えばモーションを外注したりとか、SE を外注したりとか、マップ作成を外注したりとかね、いろいろ外注できると思うんで、さすがに人をね、何か雇って
法人として会社としてやっていくっていうのは1000万ではね足りないと思うんで、自分の苦手な分野、モーション作成とか、特にこのゲームだとモーションがめちゃくちゃ重要なゲームなんで、そういったところはねプロの方の力を借りながらやっていこうかなっていうふうに考えてますね。あと他にすごい点として、もしね仮に2年でゲームが完成しなかった場合ですよね。その場合でも、その支払ってもらった2000万円に関しては別に返金する必要はないということですね。この辺もかなり太っ腹ですよね。あとはその講談社の漫画とかに出てくる、キャラクターを使ったゲームでも、OK みたいですね。なので、その漫画のキャラとかもし使いたいなある人はすごい本当にね喉から手が出るようなね企画なんじゃないかなと思います。では今回はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様です。